今回の動画では新興メーカーのリブトラのお話をしていきます。リブトラです。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。今日はギターを弾かないんですけど、皆さんにちょっとワクワクするご報告があります。これまでこのチャンネルでは新興ブランドリブトラ、ここのベルリックスっていうこのペダルとか、あとあんまり紹介してなかったんです。このリバーブのエーテルといった機材を自腹で購入してレイテンシーの測定をしたり、良いところも微妙なところも忖度なしで検証してきました。また新しく始まったこのリブトラ独自のキャプチャーのレゾナについてもすぐ試して世界中の誰よりも早くアップロードしたりとかしてたんですよね。そしたらですね、今回この度正式にリブトラさんとコラボレーションをすることになりました。うわー、すごい、どんどんパチパチパチということで、今回はその本日届いた新たな2つの最新機材の検証シリーズエピソード0として、そもそもリブトラとは何者なのか、そして彼らの興味深い独自技術について解説をします。今回ですね、リブトラの担当者と直接連絡を取ってリブトラの正体いろいろ分かりました。彼らは世界の電子機器製造の中心地の一つである広東省珠海市の自社一貫メーカーということです。で、今年2026年の3月の末にアメリカで商標を出願したばかりの本当に新しいメーカーみたいです。で、実は現在中国のメーカーで重い処理が要求されるニューラルアンプモデラーの技術を実装できるのってホットトーンとかニュー X を含めたわずか数社しかないんですよね。リブトラはその一角に食い込む技術力を持ちながらも自社生産の強みを生かして圧倒的な低価格と、あとこういうねポップなデザインで勝負を仕掛けてきているっていう超野心的なブランドみたいなんです。デザイン面はほんと差別化が進んでるなと思ってて、こんなポップな感じなんですよ。ちょっとねあんまりなかったかなっていう。もともと僕がこのメーカーに着目したのもこのナムと IR のローダー、これがきっかけだったんですよね。これ箱もねこんな感じなんですよ。これがベルリックスの箱でしょ。あとリバーブの方のエーテルもこんな感じ。もうかなりねポップな感じで面白いんですよ。で、初めはこのデザインが面白いなと思って買ってみたリブトラ製品なんですけど、この後ねまさかの展開があったんですよね。で、なんとそのリブトラ独自のキャプチャー技術を出したんですよ。その名もレゾナってやつですね。今リブトラのサイトに行くとこのレゾナが一押しになってます。で、最近流行りのキャプチャー技術、ニューラルアンプモデラーとかトーン X みたいなそういうキャプチャー技術の弱点ってつまみの追従性なんですよね。アンプの状態を写真のようにスナップショット一点のセッティングを切り取るため、後からこうゲインを回しても実機の回路とは違う別の変化になっちゃうんですよね。なんですけどリブトラのレゾナはゲイン量の違う複数ポイントを連続でキャプチャーしてつなぎ合わせるっていう、そういう技術です。僕がボックスのカッティングエッジとかラット2とかメタルゾーンとかをキャプチャーした動画でも紹介してるんですけど、ギター側のボリュームを絞った時の追従性が実機にかなり近いんじゃないかななんて思ってました。で、この多段ゲインキャプチャーがモデリングの次のトレンドになるんじゃないかなって踏んでいて、実際ニュー X なんかも似たようなアプローチを取っていますね。で、実際にこれ使ってみて好みもあるので僕の主観にはなってしまうんですけど、やはりね値段が安いっていうのもあって飛び抜けて高音質っていうわけではないです。折り返し歪みがあったりとかするんですよね。それでも今現在のデジタルアンプモデラーとして標準的ないい音をしてると思います。なので価格と手頃さを考えると驚異的だなと思いますね。で、そしてベルリックスとエーテルはやっぱりねこのつまみがついてるのが面白いと思うんですよ。そういう意味でねいい製品企画だなと思います。ただね、クオリティ的にはやっぱりキャプチャーの音はいいんですけど、例えばこのゲインのつまみをいじってると発音がしちゃう謎の音がしちゃったり、あとこのフットスイッチ単押しと長押しで機能の使い分けがあるんですけど、その判定がねセンシティブでちょっと使いにくかったりとか、まだまだ新興メーカーって感じは否めないかなっていうふうに思ってます。
今回メーカーとのコラボで取り上げてみる機種が2つ、これじゃないんですよ。で、この手のフォームファクターの種類、この手のフォームファクターの機種なんかも、リバーブ、ディレイ、アンプ、モジュレーションなんかでも出してるんですけど、今回ですね、提供してもらったのは別のものになります。それがこちら、じゃじゃーん、ナノコアとモザイクです。一つ目はナノコアですね。こっちは 126g、メーカースペック 126g の極小ボディ。こんなです。こんな極小ボディにレゾナとか詰め込んでたり、あとこれバッテリーも内蔵してます。もうおもちゃなのか楽器なのか、ようわからんガジェット好きの心をもうビンビンに刺激してくるような感じですね。これ Bluetooth MIDI もいけるっていうんで、足元はワイヤレスのフットスイッチだけみたいな。しかもこれストラップにもつけられるみたいな。そして楽器の方のワイヤレスもつないじゃったりしたらもうすごい面白いことになるんじゃないかななんていう、そんな遊び方もできるかななんて思ってるナノコアですね。これと、あともう一つはモザイクっていうこれピクセルで書いてあるけどね、モザイクっていう名前のモザイクって書いてあるな。こちらはですね、さっきのナノコアはもう本当にちっちゃいおもちゃっぽい感じなんですけど、こっちはね、もっとステージで使えそうな3つのフットスイッチを搭載した実践向きのペダルなんじゃないかなって思ってます。ちなみにこれまだどっちも電源入れてないんです。これから入れてみようかなとは思ってます。これね、本当にちっちゃめで、フットスイッチが3つあって、で、かつバッテリーも内蔵で、さらに中身はゴリゴリの最新。こっちももちろんレゾナが入ってるっていう、そういうことなんですね。なので、これもライブでね、実際にどんぐらい使えるのかっていう意味で、例えばパッチの切り替えの音切れのギャップだったり、あと、そうですね、例えば前段にペダルつないだ時にどういう風に振る舞ってくれるのかだとか、実践的に使ってみたらどういう風になるのかなということを一通りいじって遊んでみたいなっていう風に思ってます。ちなみにこっちのこのモザイクの方はまだ2026年7月末の段階でアリエクにもまだ出てないんで、多分ねこれ日本で一番乗りかなって思ってます。これすっごいシンプルでなんか無印みたい、無印良品みたい。この後使ってみるんですけど、今回ね良いところも弱点もデータで正直に伝えますよっていううちのチャンネルのスタイルを伝えた上で今回のコラボは始まっています。きっとメーカーはそのスタンスを面白がってくれてるんじゃないかなと思いますし、そうなったのも普段からこのうちの動画を見てコメントをくれる皆さんのおかげかなと思ってます。はい、ありがとうございます。ということでですね、今回は技術力のありそうな新興メーカーリブトラについてお話をしてみました。2026年の7月末の段階でこのナノコアの日本語のレビューって多分 YouTuber の光のおじさんのチャンネルくらいしか出てないんじゃないかなと思います。で、あとベルリックスとかレゾナについては多分うちのチャンネルだけしか取り扱ってない。なのでこの辺りのこれまでの動画もぜひ見てみてください。で、新興メーカーのそういうなんか立ち上がったばっかりのところ、そういったものに触れていく楽しみみたいなのもぜひ一緒に味わってもらえるといいかななんて思います。ということでね、このナノコアとモザイク、皆さんはどちらが気になりますか？またこういうマニアックな測定をしてほしいとか、こんな使い方を試してみてとか、そういったリクエストがあればぜひコメント欄に書き込んでみてください。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバーイ。